皆さんこんにちは。Speak Japanese Naturally Podcast のふみです。このチャンネルでは日本語や日本文化について紹介します。今日のテーマはクマです。今日本でクマの被害が話題になっているっていうのはご存知でしょうか？今年はいつもの年と比べてとんでもなくひどいので、今日はその話をしたいと思います。で、最初にクマのピッチアクセントの話をします。でそれから、今のこのクマの問題の現状でどうしてそうなってるのかっていう理由、それからあとクマが出なくて大丈夫な地域っていうのもあるので、その地域についても話します。それから、国や県の対策はどうなっているのか、そして最後に、クマ関連のちょっと面白かったニュースを2つ紹介します。ぜひ最後まで聞いてください。じゃあまず最初にクマのピッチアクセントについてです。クマは、クマって上がって和とかがで下がるアクセントです。クマはクマが出ていますっていう風になります。ただ私クマって言っちゃうんですね。私はクマって下がるアクセントが普通です。私の中では。で、調べてみたら、こちらの日本語アクセント辞典では、新しいアクセントとして、クマって下がるアクセントも紹介されていました。なので、どっちでもいいと思います。私今日はクマっていう挑戦をしてみますが、多分ね、クマってたくさん言うと思うんですけど、どっちも動物のクマのことです。で、もう一つクマっていうと、これのことです。この目の下にできる、これ、老けて見える、これがクマです。老けるっていうのは年を取るってことですね。もう、これがあると本当に年取って見えるんですよね。それは、クマです。これは、クマって下がらないです。だから、これについて話したいときに、いやもう、クマがひどくてさ、って言ったら、聞いてる人は多分、やっぱりクマがいっぱい出てるのかなって動物のことを思うと思います。なんで、これについて話したいときは、クマがあげて言うようにしてください。では本題です。動物の方のクマの問題が今どういう現状なのかについてお話しします。私、会員さん向けに10月13日にクマの話をしています。その時点で9人亡くなってたんですね。クマに襲われて。で、今13人になってます。もっと増えました。で、それはやっぱり、冬眠の季節が近づいてきて、より餌を求めてクマが街に移動してきている結果だと思います。9人だった頃は、今ほどクマのニュースもなかったんです。でも今は、例えばここでも毎日クマに注意してくださいっていう放送か、またはクマの目撃情報の放送が流れます。で、もう最近は目撃情報が多いですね。ちょっと録音したのがあるので聞いてください。こちらは防災甲府です。熊の目撃情報についてお知らせします。昨日午後10時ごろ、中西地区白井町中集会所付近において熊が目撃されました。付近の方は十分注意してください。目撃した際は最寄りの警察署または市役所まで
連絡をお願いします。これが朝と夕方2回流れます。で、それ以外に目撃情報が来た時点で1回流すと思うので、結構ずっと頻繁に熊がって言われてるから、本当に私も気をつけるようになりました。だから多分日本の熊が出る地域は結構そういう感じでみんな気をつけてると思います、今は。いつもの年は人間が山に入っていって熊に襲われて亡くなることが多かったんですね。だから山にキノコを取りに行くとか、栗とかね、そういうのを取りに行ったりして、熊に襲われるっていうのがほとんどでした。でも、今年一番最初に私が覚えている大きなニュースが、北海道で観光客が熊に襲われて亡くなったっていうニュースでした。あれが8月の話でした。で、その観光客が東京から来た若い男性だったんですね。で、今までそんなニュースはなかったんですよ。観光地で熊が出るっていうことは、あんまりやっぱり今までなかったんですね。それで、なんか怖いなって思ったのが最初でした。で、その後、だんだん増えて、スーパーに熊が現れたとか、街中を歩いていた女性が熊に襲われたっていうニュースを見て、何それ、おかしいと思って作ったのが、会員さん向けのエピソードだったんですね。で、ただ今はもうそれ以上におかしくなってしまったので、今回改めてこのエピソードを作りました。で、つまりあのエピソードを作った後にもっといろんな事件があったんです。例えば、露天風呂を多分掃除していた従業員の男性が、姿が見えなくなったって警察に通報があって、で、探したら、もう亡くなってしまった遺体が見つかった。で、それがやっぱもう熊にやられたってわかるものだったということもありました。あとは、保育園に熊が現れたとか。保育園って子供を預かる場所ですよね。で、その保育園のガラスのドアを熊がなんかこう叩いているような、叩いてはいないかもしれない。もう、熊が本気になれば割って入ってこれるような感じだったんですよ。そんな状況で、子供は中でお昼寝をしていたそうです。そういう防犯カメラの映像もありましたし、あと普通にインスタとかで上がっている個人が上げた映像とかに、庭に熊が来てるものとか。で、子供が、パパ、動画撮ってる場合じゃないよとか言ってる声も入ってたりしたり、あとは観光地みたいなところで、その撮ってる人たちが高い位置にいて、その崖の下の川を熊が泳いでいる動画。で、撮ってる人は、熊が流されてるって言ってたんです。でも明らかに見た目はちょっと流れに乗ってるように見えるので、流されてるようにも見えるんですけど、あれは絶対泳いでいたと思います。熊って、泳ぐのが上手なんですね。私知らなかったんですけど、今年知ったんですけど、で、今年熊がすごくよく街中に現れてるんですが、それは川を通ってきたんだろうっていうふうに言われています。川ってこう山からつながってますよね。で、川の周りって洪水が来てもいいように割と広い面積を取って木が生えてたり草が生えてたりします。なのであまり人目につかない形で川を渡ったりして川を泳いだりして街中に現れるのが多いんだろうっていう話です。だからさっき言ったスーパーに現れた熊も川を通ってきたんじゃないかっていうニュースを見ました。それでやっぱ今年怖いのは街にいても
熊に遭う可能性があるっていうことです。もちろん、東京のど真ん中みたいなところにはさすがに熊は来ないです。地図を見たときに、山があって、その緑になっている部分からちょっと近いところは熊が出る可能性がある場所になります。で、ただ出てない地域もあるんです。出てない地域というか、熊がいない地域っていうのがあります。で、それが、まず九州ですね。九州の熊は絶滅したと言われています。つまりもういないってことですね。だから九州に行く人は安心して行ってきてください。九州っていうと例えば鹿児島とか、福岡、熊本、佐賀、大分、もう一個、長崎。その辺ですね。その辺は大丈夫です。あと、四国。四国の熊もほとんどいない。あまりいないそうです。四国っていうのは、香川、愛媛、高知、徳島ですね。ここ行く人たちも多分そんなに気にしなくて大丈夫なんじゃないかと思います。あと、本州は千葉県には熊がいないそうです。だから今、千葉大人気って聞きました。今、被害が一番大きいのが、東北の方です。特に秋田、岩手、ここの、熊の被害をよく聞きます。では、今年はなぜこんなに熊が出てきているかです。まず、山のどんぐりが不作だそうです。なので、熊が食べるものがなくて、餌を求めて降りてきてるだそうです。あと、北海道は、熊が、鮭とかマスを食べます。川を上がってくる魚ですね。で、それも、不作というか、あんまり上がってきてないそうです。だから熊がお腹を空かせてるっていう状況が北海道でももちろん起きているようです。あと、もう一つ重要なことがあって、日本の高齢化と関わりがあります。高齢化っていうのは人がどんどん年を取っていくっていう話です。日本のその山と町の境には里山って呼ばれる地域があるんですね。里山っていうのは例えば果樹園とかです。果物を植えてある場所ですね。そういうのってよく山の斜面とかを使ってるんです。だから町の前にそういう山と町の間にちょっと町でもない山でもない里山っていう場所があるんですね。でも今高齢化でもうそういう農業できる人がいなくなって放置されている場所がとても多いんだそうです。で、庭とか1年放置すれば草がすごい生えるじゃないですか。それと一緒で、そういう果樹園とかも人の手が入らなくなるとあっという間に草ぼうぼうになるんだそうです。なので、熊は山のつもりで、まだ山ねって降りてきてて、はっと出てきたらもうそこは町。みたいな状況になっているのが、日本全国の状況みたいです。やっぱり私もその辺散歩してて、放置されている田んぼとか畑っていっぱい見るんですね。土地が余っててもったいないなって思うけれども、やっぱりその土地を使って農業をする余裕が持ち主の人にはないわけです。で、それを借りたいっていう人もいないわけです。だから、そうやって放棄とか放置される場所が増えると、そこが草ぼうぼうになって、熊が移動しやすくなるということがあるそうです。あと、高齢化の問題に関わるのがもう一つ、猟友会というものがあります。猟友会っていうのは、ハンターたちの集まりのことです。で、日本では、銃を持つことは禁止されています。でも、特別な許可を持ったハンターの人たちは、銃を撃つことができます。で、もちろん、すごい細かい決まりがあるんです。使っていい、銃の種類とか、弾の種類とか、あとは、
狩猟していい期間とかもあるんですね。なので、それに従って、狩猟をします。で、今まではそのハンターたちが、例えば鹿とか熊とかイノシシとか、そういう動物を狩ることによって個体数を抑えるとかいう効果があったらしいんですね。野生動物の数が多くなりすぎると畑を荒らされたりするので、その数をやっぱり管理する必要があるんですよね。で、そういうハンターの人たちがいることで個体数が抑えられてたっていうのがあるみたいなんです。でもそのハンターの人たちが高齢化していて、もう60歳以上の人が多いそうなんですね。今若い人ってやっぱ普通ハンターにはならないんですよ。だからハンターの数がどんどん減っているっていうのがあるそうです。ハンターの数が減ったことによって人間って怖いって学習するチャンスがクマにとって減ったみたいなんですね。もし一回でも追いかけられたりして当たらなかったとしても、もし撃たれることがあったとしたら自分に向けてすごい怖い思いをするじゃないですか。そうするとそういう動物は、人間って怖いんだなって学習します。でも、高齢化とかでそういうのをやめると、クマが人間を怖いって思うチャンスがなくなるみたいなんです。だから、人間って怖いって思わないクマがこう街に降りてきたりしてるっていう話も聞きました。そういうことで、こう山のどんぐりが不作、それから高齢化で里山がなくなった。高齢化でハンターの数が減った。こういうことで今、急にどっとクマが街に来てるみたいな感じになっているようです。じゃあ、ここから今、どんな対策をしているかという話です。で、市町村によっては、若者からハンターを募集するっていうこともしているところもあります。で、多分これだけニュースになってるので、やりたいって思う人も多いと思うんですね。だから少しずつ増えていくかなっていうふうには思います。で、ただ、ハンター頼りじゃまずいですよね。もっと国とか県とか、そういうところで対策していかなきゃいけない問題だと思うんです。それで、秋田県では、その熊の被害が一番多い秋田県、東北ですね。秋田県では自衛隊に援助を要請しました。で、その自衛隊の人たちが何をしているかというと、罠があります。熊を捕まえる檻ですね。その檻の中に餌とか美味しいものを入れておいて、熊が入ったらガチャンって閉まるやつです。罠って言います。その罠を運ぶ手伝いとか、そういう支援をしてもらっているそうです。で、この罠も100キロとかなんかすごい重いらしいんですよ。で、ニュースを見てたら、もう6人ぐらいで運んでる。そうじゃないと運べない感じだそうです。で、罠の蓋というか入り口の部分の一枚一枚というかのも2人がかりじゃないと運べないとか、すごい重いみたいです。で、一回クマがかかったら、それをきれいに洗わないと、クマの匂いがついてるから、次のクマが入らない。だから、きれいに洗うっていう作業とか、なんかいろいろ大変みたいです。で、その辺を自衛隊が手伝うっていうことだそうです。あと、警察官の中で、ライフルを撃てる機動隊っていう人たちがいます。で、そこの人たちも、支援することになるそうです。で、ただ熊を撃つって、やっぱり慣れてないとできないので、熊の急所とか、なんかいろんな勉強をしてから実践としていくことになるそうです。で、ただ北海道の猟友会の方のインタビューを見たときに、ハンターの中でも熊を撃てる人と撃てない人がいるって言ってたんです。北海道のヒグマってでっかいんですよね。で、それを見て怖くなっちゃう人もいるし、実際熊を撃てるまでに10年ぐらいかかるそうなんですね。
ハンターの人が熊を撃てるようになるまでに。だから、いくらライフルが撃てても、じゃあ熊を撃てるのかっていうとちょっとどうなんだろうって思いました。実際、投入される人もめっちゃ危ないですよね。撃ったこともないのに、熊がどういう動きをするのか、もちろん勉強はするんでしょうけど、実戦で、失敗したらすごい勢いで熊ってくるじゃないですか。時速50キロとかあるそうですから、気づいたら目の前にいるぐらいですよね。だから怖いなって思います。ただ一応そういう対策をしているっていうことですね。あと例えば、川沿いのすごい草ぼうぼうになってるところの草を刈るとか木を切るとか、で見晴らしを良くする、そういう活動をしている自治体もあるようです。ここの場合は、注意喚起ですね。放送を毎日して、とにかく山のそばに行かないでください。特に熊の目撃情報があったところには行かないでくださいっていうのも毎日毎日流してます。なので私もすっかり怖くなってしまいました。そう、私がよく行く山も数年前に熊の目撃情報があった場所なんですね。そう、もう一個のチャンネルの方で動画にしてる山です。で、あそこももう全然行ってないですし、そばに行くのもちょっと最近は怖いなと思うようになっちゃいました。そう、今日でもその近くの公園には行ってきたんですけど、動画を撮りに。結構綺麗な紅葉が撮れました。で、本当にね、そこの公園も割と近いんですけど、こっち行くと山で、こっち行くと公園みたいなところなんですけど、公園のすぐ横で今、道路工事をしてるんですね。トンネルを掘る工事なので結構大々的な大きい工事です。なのでうるさいんですよ。重機がガー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 。私、だからこそ、こんなうるさいなら熊は来ないんじゃないかと思って安心して公園には行きました。そしたらね、保育園の子たちも遊びに来てて、で、のどかな風景でした。で、いつもだったら本当に工事現場がガーガー言ってたら、静かならよかったなって思うんですけど、今日は、ガーガー言ってくれてありがとうっていう気分で歩いてきました。なので、そんな感じで結構熊を気にしてる人も多いのかなと思います。最後に、ちょっと熊に関する、面白いエピソードっていうと、ちょっと不謹慎かもしれないんですけど、ちょっと面白かったエピソードをお話しします。まず一つは、北海道の積丹町というところで起きた猟友会とある議員の、喧嘩みたいなものですね。議員が言ったことが失礼すぎて、この猟友会の人たちが、それなら俺たちは出動しないって言ったんですね。要請があっても。そう、猟友会って何をしてるかなんですけど、それこそ山の多い地域には多分あるんですが、例えば町で、熊が目撃されたって言ったら、猟友会の人たちが見回りをしたり、罠を仕掛けたりして対処してくれるんですね。で、この猟友会って公務員じゃないんですよ。公務員って、国とか県に雇われてる人たちですね。猟友会って単なるボランティアなんです。で、一回出ると、駆除するといくらっていうのはあるらしいんですけど、それも結構安いんですよね。で、その議員さんの庭に熊が出たらしいんですよ。で、その時に猟友会の人が10人ちょっとぐらいで行ったらしいんですね。そしたら、なんでそんなに必要なんだとかって言ったらしいんですね。で、もう予算を減らしてやるからなとか、なんかね、どうも失礼なことを言ったらしいんです。で、ただ、この議員さんによると、この人も、こちらの猟友会の人に、どなたですかって、関係者以外出てってくださいとか言われて、すごい失礼なことを言われた、みたいなことを言ってたんですね。ただね、それは言った言わないの関係かもしれないけど、正直、
熊を狩るって恐ろしいことじゃないですか。それを、やっている人に対してのリスペクトが足りないっていうとこですよね。明らかにリスペクトが足りないと思います。だから怒ったんですよね、猟友会の人は。そう。で、熊が出ると、この市とか町から猟友会にお願いしますっていうのが来てたけど、出動しないってなって喧嘩をしてたんです。で、こっちは謝らないって言ってたんですね。この時のこの人、議員さんがなんかニュースでインタビューとかされて、僕は悪くないもんって言ったんですよ。その発言ってすごく子供っぽいんですね。まず、もんで終わっている。なんとかだもんっていうのはどっちかっていうと、子供が使うような表現。で、大人が何かそんな正式な場で、正式でもないですね。ちょっとインタビューさせてくださいって、突撃してるから全然正式じゃないんですけど、もんで終わらしてるとか、それと僕の組み合わせですね。僕っていうのは全然大人の男性が使ってもいい言葉です。でも僕は悪くないもんっていうとすっごく子供っぽい組み合わせになるんですね。なので、やっぱりその印象もすごく悪かったなと思います。で、あともしたとえ悪くなかったとしても、大人の対応としては、失礼があったなら申し訳なかったって言って謝って、やっぱり猟友会の人に出てもらわないといけないと思うんです。そうじゃないと、その地域が困りますよね。熊が出てるのに何もできない。で、本当だったらその地域が困るんだから、その町とか村とか市町村が対応すべきなんですよ。それができなくていつも猟友会にボランティアでお願いしている。ここの議員さんと猟友会の間に対立があった。議員さんが謝るのが大人の対応だと思います。それを僕は悪くないもんっていう子供っぽい言い方で言ったのが、本当に良くなかったと思います。どうなるのかなと思ってたら、1ヶ月以上経ってからこの議員さんが謝ったみたいです。ちょうど11月13日、数日前に謝って、猟友会はまた熊が出たら出動するということになったそうです。で、もう一つのニュースなんですけど、もう一つは青森県は本州の一番北ですね。熊の多い地域です。で、青森ではレジェンドって呼ばれる人が現れてちょっと面白かったんです。それはラーメン屋さんなんですね。ラーメン屋さん、その朝が早くって5時過ぎぐらいから仕込みって言って準備を始めるらしいんですね。で、5時半ぐらいに店長がラーメン屋さんに行ったら、従業員の人が顔から血を流しながら仕込みをしてたらしいんですね。で、どうしたって言ったら、熊に襲われたんだそうですよ。どうやらその従業員の人がガスの線が外にあったのかな。それを開けに行った時に熊と鉢合わせって言うんですけど、出会ってしまって。で、熊に襲われて、でもその熊を投げ返したそうなんですよ。で、自分はまたそのまま仕込みを続けていたそうなんです。ちょっとすごいんで、ここちょっと読みますね。店長のやつです。私は開店準備で店に着いたのが5時半頃。両替機の準備をして店に入ると、厨房にいる従業員が血だらけで仕事をしていて驚いたんですよ。どうしたと尋ねると、やられたが投げ返したと答えたんです。最初は何のことかわからず詳しく聞くと、犬の大きいやつかと思ったら熊だったということです。犬の大きいやつかと思ったら熊だったんですね。いや、すごいですね。で、この従業員の人が大丈夫っていうのを、いやいやって言って救急車呼んで病院に行ってもらって、で、あとお店自体はまた熊が現れたら怖いので、その電気柵をつけるまではお店を閉めるって言ってるっていうニュースでした。すごいですね。なかなかそうはね、できないですよね。続きがちょっと面白いので読みますね。で、ずっと医療従事者として働いていたようですが、医療従事者っていうのは医療関係ってことですね。何か病院に関するものです。で、定年前に今後は好きなラーメンの仕事をしたいと入社してくれたんです。定年っていうのは今だいたい日本は60か65歳です。だから
そういう意味じゃ定年前だから60前だとは思うけど、結構年は50代とか言ってるかもしれませんよね。続き読みますね。とにかく真面目な男でね、あだ名はレジェンドって言うんですよ。だからこのことが起こる前からあだ名はレジェンドだったんですね。今回のことでよりレジェンドっていう名前がぴったりだなっていう印象を周りの人に与えたんじゃないかと思います。そう、それで熊に会ったらどうするかなんですけど、会ったらおしまいだから会わないようにしましょうって言うんですよ。だからまず会わないようにする。熊が出ているって言われている地域には近寄らないのが一番ですね。で、もし会ってしまったら、そーっと後ずさりをしてできるだけ離れるんだそうです。私できるかわかんないですよ。それでもう本当に襲われてしまったら、もう首、ここの頸動脈、ここに大きい動脈ありますよね。これを守るために、こういう姿勢で、うつ伏せになるっていうふうに今言ってます。でもそれって逆に言えばここ以外はもう全部投げ出すってことじゃないですか。だからもう怪我をしないための方法じゃなくて、なんとか生き残るための方法っていうのが、この姿勢っていうことなんだと思います。ちょっとゾッとしますね。はい。ということで今日のエピソードはここまでです。お礼を言わせてください。エドモさん、デブさん、アルビレオさん、デルタさん、レイドさん、キム・ヨンマンさん、ベンジャミンさん、コウ・エイケイさん、浜田さん、ニヌアさん、チチさん、ウーさん、シン・ガンキルさん、ジム・ハバートさん、ジュン・チャンジョンさん、ジョアンナさん、オリさん、ジョ・モギョンさん、サンデーガールさん、ナグアさん、イン・ヨインさん、アンメシさん、アップルパイさん、スンさん、ガール・アブロードさん、キヨさん、メンバーシップに入ってくださってありがとうございます。他の皆さんもよかったらぜひご検討ください。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。